ーナとゆかの水曜昼下がりーズ。はい、ということで第2弾です。同じ洋服です。はい、同じ日に撮っております。そうなのよ。もうね、さっきゆかがショックでしたの、自分の見て。なんで？そう、この顎がやばすぎてびっくりしちゃって。そうなのよ。やっぱね、動画をね、撮るのやめるとね、太るのよ。気抜くから。私もそう。もう、よく撮ってた時より10キロぐらい太ってんのよ。もう、実は、きちんと言ったら13キロぐらい太ってんの。わかるでしょみたいな。でもほら、ここに出ないじゃん、レイナ。顔。こっから上に出ないじゃん。いや、横見たらわかる。年だから垂れるっていうね。まあそんなことはいいのよ。そう言われる前に言っとけっていう精神でね。そうなの。今日ね、ゆかね、いつもと一緒。水曜昼下がりーずは、私がトピックを持ってる場合は、ゆかは何のことを私が話すか知りません。知りません。で、ゆかがトピック持ってた時は、私がゆかが何を話すのか知りません。っていう形でこの動画は成り立っておりますので。はい、そうなのよ。そう、私がね、今日話したいのはね、カナダの医療事情じゃ、やっぱり。そうきたか。はい。なんでかっていうとですね、私とゆかは同じね、先生にかかってたんだよね。そう。でもまず1に、ファミリードクターっていうのを知ってるみんな。それをゆかちゃん、説明。ファミリードクター？説明するの？ファミリードクターっていうのは、かかりつけ医だね。ちょっとこれ、レイナが説明した方がいいよ、絶対。日本は、そのファミリードクターっていうコンセプトがないと思うの。行きつけの先生はいるけど、そうだね。なんていうの？内科、外科、整形外科とかって分かれてなくって、一個の先生のところに行ってから、うちらは、リフォーラルちょっと、なんだっけ？推薦状？紹介状あれば。をもらってから、そういうところに行かなきゃいけないのね。そうだね。で、そこに、その元々の紹介状を出してくれるところが大体、そのファミリードクターまたはウォーキングクリニックって2つあって、ウォーキングクリニックは誰にも行けるところ。で、ファミリードクターっていうのがもう依存してるところだよね、うちらがね。そうね、依存。そうだね。そう、依存しっぱなしのところなんだけど、で、それがね、2ヶ月前何が起こったいうか。いきなり、コロナでオフィス閉められてて、で、それまで電話で、じゃあ、写真送ってください、症状。で、電話で問診して、じゃあ大丈夫ですとか、ウォークイン行ってくださいとか、基本オフィス閉まってたの。それでまた数ヶ月して、私が自分の用事で電話をしたら、アンサリングマシーンってなんだっけ？留守番電話で、ドクターなんとかはリタイアしました。もし過去のカルテにアクセスが必要ならこちらへどうぞ。ごっちゃん。いうかこれでしょ？これでしょ？これでしょ？私違うからね。いきなり留守電で電話かかってきて押したら、Doctor has retired and then we have a medical record, so please contact us to get the medical record とかって言われて、結局今までのメディカルレコードを、なんだっけ？お金を払って移動させるサービスに行ってて、移動させてくださいっていう。で、また来た連絡。私来たよ、もっぺん。なんて？うちらそれ話したのが9月の時だったよね、1回目。ぐらいかもしれない。ね、で、それが10月にやっぱ来て、30日間ですって来たのよ。だからもっぺん来るからよ、11月で。もう60日経ってんじゃん。だから、結局あれだよね。そのドクターがうんぬんっていうよりかも、その、メディカルレコードを持ってる会社が、うちらにアクセスしたりして、お支払いしないと、もう、アクセスできなくなりますよとかっていうので、連絡が来てるから、ドクターが患者を別に気にしてるわけじゃない。そうなのよ。なんか、電話かけてきてくれてもよくない？普通はセクレタリーがいるわけよ。レセプションの人がいて、ちょっとね、多いかもしれないけど、一斉メールにするとか、なんか、いきなりね、もう、びっくりしたね。面倒見ませんよって言ってるのと一緒じゃん。びっくりした。特に子供がいるんだよ。3人も。うちはまあとりあえず、もう予防接種終わってるから11歳までいいよ。でも、そうなんだよね。そこなんだよね。だから、そのファミリードクターに予防接種を、その何歳はこれ、何歳まではこれっていうのを全部やってもらってるから、まだね、小学校入るまでもあるから、あと2回ぐらいでしょ？そう。他でも受けられるけど、やっぱり1箇所で受けといた方がね。ちょっとびっくりだね。だからもうなんか、そんなことってありえんの？っていうかさ、
ジョンにも言ったの。そしたらね、リファラルはないのって言われて、そのドクター J からの別に行く、そのリファラルとかその手紙ないのって言われて、ないよって言ったら、あら、そうで。で、見つかって結局ファミリードクター。使ってない。で、だから他のそういうファミリードクターのオフィスも閉まってるとこが多いから、一件電話したところは今受け付けてませんってもうだからフル。普通に言われて、で、他は一応なんていうのなんかそういう重大な病気とか今んとこないから別にスペシャリストにすぐ会うとかの緊急性がないから今はウォークインでいいかなと思ってまだ見つけてない。うちも一緒。フルというのはね、ファミリードクターが受け入れていい数っていうのがあって、それを超えたらもう受け入れられないんだよね。で、それはウォークインクリニックも一緒なの。もう一般に空いてるんだよ。8時から5時までやってるんだよ。なのに人数が2時の時点でフルになったらもうオフィス閉めちゃうの。それ以上お医者さんは見れませんっていう状態になるから、それもはーって話なんだけど。そう。日本人じゃなかったら気にしないんだけどさ、日本人だからさ。そうだね。ありえないよ。びっくりだよね。私2回ぐらい追い返されてるから。あ、本当？うん。もうなんか体がおかしい時に。まあ何もおかしくなかったんだよ。結論はね、何もおかしくなかったんで、精神的におかしいと思ってるからおかしくさせてたんだけど、そう、そんなことがあるわけ。だから、カナダに移民しない方がいいかも。嘘それはちょっと行き過ぎ。うん、だけど、そう、だからね、なんか、なんて言うんだっけ。いつもほら、なんかさ、常備薬が必要な病気とかは、ちょっとファミリードクターがいないと、大変かもしれない。常備薬なんて毎日飲む薬ね。薬。もう私そんな日本語わかんないから。そういう感じ。長くいるの日本語もね、知ってるんだよ。出てこない。言われたらわかる。そう。さっきみたいにね、なんだっけ。推薦状。紹介状。そんな感じだったりとかするからね。でも、カナダに移民することは悪いことではないと思うよ。ただ単に医療に関しては、不便ね、慣れるまで。すんごい不便。私今度日本帰った時にもっぺん人間ドッグやろうかなと思って予定してる。それはいいと思う。あれなんだよね。だから外科とかさ、がすぐ行けないんだよね。まず内科の先生みたいなそういうウォークインかファミリードクターに会ってからじゃないと、それか大きい病院のエマージェンシーに行くかね。そう。ということで、リングコールが入ったので、また皆様次にお会いしましょう。今日はちょっとね、うちらの中でやっぱりカナダの医療って日本に比べると困っちゃうなってことをシェアしてみました。ということで、レイラとゆかの水曜昼下がりずでした。またねー。はいはい。